はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はこちら、サンダーロボットの G80 っていうコントローラーをレビューしていきたいと思います。こちらもね、前回のマチェニケ G5 Pro V2 と同じでね、アリエクスプレスから購入しました。価格は1234円っていうことでしたね。まあなんで、ほとんどね、G5 Pro V2 と同じような価格のね、コントローラーかなと思います。はい、そしたらですね、モノルの方で、サンダーロボット G80 のスペックサクッと確認していきたいと思います。対応機種は PC、スイッチ、iPhone、Android です。有線接続、Bluetooth 接続、無線ドングル接続に対応しています。ホールエフェクトスティックが搭載されていまして、スティックの重さはね、50g フォースということで、かなり軽めにはなってますね。ショルダー2ボタンと背面2ボタンのレインボー 2SE とかとね、同じような構成の追加ボタンがついています。遅延は 5.6ms ということでした。ちょっとね、この辺詳しく見ていきたいと思います。トリガーストップがついていてですね、ボタンに変わる、マイクロスイッチボタンに変わるトリガーストップがついています。素晴らしいですね、これは。で、ポーリングレートが 1000Hz、レスポンスカーバーノンリニアでジャイロセンサーが搭載されています。マクロ機能にも対応していて、本体重量は 380g っていうのはね、これ間違いですね。はい、本体重量 380g っていうのはね、すいません、間違ってまして、正しくは 253g っていうことですね。ちょっとね、修正をしておきますね。じゃあね、ちょっとね、早速、完全初見なんですけど、今回は、中をね、見ていきたいと思うんですけど、チラ見だけしたんですよ。このね、箱を開けた瞬間、はい、めちゃくちゃテンション上がります。このね、こっちはね、ホールエフェクトの、スティックモジュールがね、こういう風に載ってますね。K シルバー製のスティックがこの4つもね、替えのスティックがついていて、マチニケの方はね、標準でついてるものしか入ってなくて、別途ね、私は、これね、TMR センサーの方の、スティックモジュール別途購入したんですけど、で、こういうね、トッププレート最初から分けて入ってますね。替えのスティックとかも入ってて、これは長い方なのかな。そうですね。ちょっとこれを、はい、トップパネルこんなヘビのマークになってて、なんかここがすごいね、汚れがついてて気になっちゃうんですけど、ちょっと汚れがついてますね。この辺りさすが中華クオリティって感じはするんですけど、あと擦り傷もあるな。こっち側も同じですね。なんか汚れてるっていうね。仕方ないですね。はい。そしたら本体の方を早速見たいんですが、付属品は多分ここにあるものだけなのかな。中にもいろいろ入ってますね。USB ケーブル。USB ケーブルは質素な黒いね。USB ケーブルで、あとユーザーマニュアルですね。これは、英語のユーザーマニュアルかな。中国語と英語が載っているユーザーマニュアルになってます。これちょっとね、見ながら設定とかやっていきます。で、ジョイスティックのね、交換の案内が入ってました。でね、私持ってなかったこの交換用の器具もついてますね。ありがたいです。付属品っていうのは、あと充電ドックかな。十字キーの替えとかもありますね。替えの十字キーっていうのはこういう形をしているね、お皿型の十字キーが載ってます。ちょっとこれもね、ストリートファイター6で試したいところですね。充電ドックは、よいしょ。はい、こういう充電ドックになっていて、このね、裏面、底面にね、ちゃんとね、ここに USB ドングルが入ってます。なんで、この中にね、USB ドングルをしまっておけば、この充電ドックを使って無線機能が使えるってことですね。無線ドングルが入ってます。はい。それで今回もね、私、こちら、技的のね、届け出っていうのを、実験の届け出っていうのをやってますので、基本的にはね、こういう実験試験関係で使う場合しかね、このコントローラー、電源すら入れることはできないっていうことになっているのでご注意ください。はい。本体、このね、トップのカバーっていうのは実は標準でついているものがこの黒いカバーで、別途こういうね、おしゃれなカバーっていうのと交換できるようになってるんですね。なんかこういう仕様の分を買っちゃったみたいですね。パネルが交換できるようになってるっていうね。すごいですね。いいな。はい。で、標準でついてるスティックはですね、よいしょ。G5 Pro V2 にもついてたオレンジ色のホールエフェクトスティックになってます。G5 Pro V2 の方は TMR スティックなんですが、これはね、ホールエフェクトなんですよね。ちょっとね、ここもね、
ホールエフェクトと TMR で乾燥してみて、スティックの感覚の違いっていうのは見ていきたいと思います。標準でついてる十字キーっていうのがこういう、ちょっとかなりね、変わった形のお皿型なんだけど結構傾斜が強い感じの十字キーになってますね。これはどうなのかなで、標準でついてるスティックっていうのは短いスティックになってます。なのでさっきのね、付属のスティックっていうのがほんの少し長い。はい、こんなスティックになってます。ほんの少しだけ長いですね。で、よいしょ。例によってレインボー 2SE とちょっと比べたいんですけど、レインボー 2SE と比べると高さは標準でついてるものがちょうど同じぐらいの高さになってるかなって感じですかね。トリガーストップ機能はアナログトリガーモードでこのぐらいのストロークがあります。はい、こちらもだいたい 9mm ぐらいですね、ストロークは。で、トリガーストップをオンにすると、はい、ボタン式になります。ボタン式のトリガーになって、マイクロスイッチのね、ボタン式トリガーになるトリガーストップがついてます。これはすごくいいですね。で、ABXY ボタンがかなり軽めのマイクロスイッチになっていて、これもすごくいいです。十字キーはタクトスイッチですね。他のボタンは、スタートセレクトボタンもマイクロスイッチになってますね。背面ボタンはタクトスイッチになってますね。で、ここのね、トップに追加ボタンが2つあるんですが、これもマイクロスイッチになってます。LB、RB と背面ボタンだけタクトスイッチっていうところで、ここはね、ちょっと惜しいかなってところなんですが、全体的にすごくいいですね。スタートセレクトがマイクロスイッチっていうのはすごく個人的にはいいなって思いました。うん。いいね。いや、すごくね、すでに期待が高まるようなコントローラーになってますね。この標準でついてるオレンジ色のスティックの重さっていうのは、はい、これは 50g フォースでした。G5 Pro V2 についてるスティックは 60g フォースだったんですが、これはね、50g フォースってことでちょっとね、柔らかいですね。なんか、同じオレンジ色なのにちょっとね、重さが違うっていうのは気持ち悪いところですね。はい、それでですね、付属のスティックモジュールっていうのがこの4種類になります。白、水色、オレンジ、黒っていう形でね、こちらが一番柔らかくて、黒が一番硬いっていうね、そういう4つのね、硬さのスティックがついてくるので、それぞれね、重さをちょっと測ってみたいと思います。一番柔らかい白が 30g フォースですね。はい、次に、水色が 40g フォースですね。はい。はい、で、黒が 70g フォースっていうことでした。なので、白からね、30、40、50、70っていうね、感じですね。残念ながら私が好きな 60g フォースっていうのがなくてね。まあ 50g フォースはね、割と実践的なね、重さではあるのかなっていうので、まあこれをね、つけておくのが、ね、普通に標準で付属してるやつをつけておくか、まあ好きな方はね、40g フォースとかでかなり柔らかめの設定で使ったりするのもね、いいのかなって思いますね。はい。で、遅延の方もね、見ていきたいと思うんですが、遅延の測定はこのように、すべて分解してですね、ボタンの設定のところに電子回路を接続して計測を行っています。計測する際に使用したソフトウェアは、ゲームパッド LA さんが配布している GPDL っていうソフトウェアになっています。はい。それでですね、遅延測定の結果っていうのはこのグラフのようになってます。そうですね、平均の遅延っていうのが 5.64 ミリセカンドっていうことで、ややね、ちょっと最近の最新コントローラーにしては遅いなっていうのが正直な感想ですね。ポーリングレートに関しては 998.94 Hz ね、出てるので、ちゃんと 1000Hz は出てるかなってとこなんですけど、まあグラフに関してもね、幅はやや広くてですね、なのでね、こういうグラフってことは、まあ、ファームウェアのアップデートとかで、遅延はね、改善できる可能性があるのかなっていうところがありますね。で、最大でもね、9ミリセカンドぐらいですね。8.63 ミリセカンドってことで、最大の遅延はそこまでね、めちゃくちゃ遅いってわけじゃないので、全然ね、体感できるほどの遅延ではないのかなっていうところですね。なので、まあまあ、ギリギリね、まあ、9大点ぐらいの遅延かなっていうところになります。はい。じゃあちょっとね、一回、PC に接続して、ゲームパッドテスターの方を見ていきたいと思います。こんなところに LED がついてるんですね。面白いな。すごいおしゃれでなんかいい感じです。もうなんかすでに完成度はね、だいぶ G5 Pro V2 よりも高い気がしますね。はい、そしたらね、ゲームパッドテスターに来ました。やっぱりこのね、デフォルトではデッドゾーンが入っているので、マニュアルを見てね、デッドゾーンを切りたいと思います。はい。わかりました。デッドゾーンの切り方は M ボタンと、このね、
M ボタンとデッドゾーンを切りたい方のスティックを長押しです。はい、震えて、デッドゾーンオフになりましたね。はい。これで使えるかな。で、ちょっとね、再キャリブレーションもしないとちょっとずれてるので、やりたいと思います。再キャリブレーションの方法はありました。View M メニュー。View M メニューなんで、この3つのボタンですね。View メニュー M ボタン。この3つのボタンを同時押します。そしたらこのように赤と黄色のマークで点滅するので、レフトとライトのトリガーを3回、3回押します。で、レフトとライトのスティックを3回最大に回します。はい、できました。そしたら A ボタンを押します。はい、これでね、トリガーのとスティックのキャリブレーション終わりですね。スティックいい感じにセンタリングできてますね。なんかね、トリガーが 0.55 ってなるのはなんでなんですかね、これ。ちょっともう一回やってみます。これで治りそうかな。1、2、3。はい、治ってますね。ちゃんと。いい感じです。はい、これでできましたね。再キャリブレーションは最初からね、アナログトリガーモードにした状態で、このね、3つのボタンを押して入らなきゃいけないみたいですね。デジタルトリガー、このね、トリガーストップをオンにした状態で再キャリブレーションモードに入るとトリガーがおかしくなっちゃうみたいなので、そこはね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。アウターデッドゾーンの形を変えることもできます。ファンクションボタン、このね、ハントって書かれてますけど、ここのボタンと、スティックの形を変えたい方のボタンを同時に長押しします。今ね、これがこういう形になってて、ファンクションボタンと左スティックを同時に長押しすると、はい、震えて、変わりましたね。はい、新エンドチェックやるとこのように、はい、00っていう風に変わりました。そしたら、私はね、これ両方、新エンでちょっと今回はやってみたいと思います。そしたらちょっとね、射撃訓練場行ってみて、この状態でね、どんな感じの操作感かっていうのをチェックしてみたいと思います。はい、それでね、背面ボタンの設定っていうのもやっておきたいと思います。はい、M ボタンと背面ボタンですね、設定したい背面ボタンを押します。はい、そしたらこのように赤色の、ランプがね、LED がつくので、この状態で設定したいボタンを押してから、M ボタンと背面ボタンですね、設定したい方の背面ボタンを押します。これでいいかな。はい、これで設定できてるみたいです。そしたらね、このトップのボタンも設定します。M とここで。これで、できましたね。はい。これで全て設定できたので、ちょっとね、打っていきたいんですが、まずドリフトチェックですね。はい、それでドリフトのチェックなんですが、再キャリブレーションしたってこともあって、ちょっとだけ右に行ってますかね。はい。ちょっと右寄りの癖があるみたいです。再キャリブレーション何回かやり直せばかなりね、センタリングがうまくいくんじゃないかなって気がします。遊びはこのぐらいあって、このスティックモジュール、街に行けの時にもね、見たスティックモジュールでね、操作感は非常に、素直で違和感が少ないかなと思います。そしたら、打っていきたいと思います。はい、これね、ちょっとサクッと、ちょっとだけ触ってみた感覚ね、かなり、マチェニケの時の、TMR スティックと全く同じ感じがします。はい。相当ね、感度がちょっと高めで、でも、低感度のカーブを描いているっていうね、そういうタイプのスティックになってるかなと思いますね。で、おそらくですけど、可動域っていうのも狭いかなっていうふうに思います。ただですね、マチェニケの時に問題になった背面ボタンのね、問題とかっていうのは一切感じられないですね。すごくね、もうバッチリ動きますね、これ。ちょっとトップのね、ここのマイクロスイッチボタンが押してる感じがちょっと少なくて、ちょっとね、ここのトップボタンは微妙に押した感がね、もうちょっと欲しかったかなっていう気はしますけど、でも全体的にもこれね、完璧かもしれないです。はい。もうちょっと打っていきます。問題は遠距離ですよね。
ちょっとやっぱりね、トップボタンが押した感覚っていうのが少ないせいか、なんかね、たまにちょっと押しすぎて、こう、武器を格納してしまうっていうね、時がありますね。もうちょっとカチッとね、クリック感がね、感じられたらいいのかなっていう感じはしますけど。はい。まあ大体そんな感じですね。ちょっと感度が高いっていうのは、特徴は全く、マチェニケの時と同じで、ちょっとね、せっかくなんで、ちょっとこのね、スティックモジュールを交換してね、マチェニケの時に買った TMR センサーの、モジュールに変更したいと思います。はい、このね、水色の、このオレンジ色のやつよりもね、柔らかい方のスティックですね、TMR センサーのスティックの方に交換してみました。はい、それでね、このスティックモジュールを交換した際にですね、再キャリブレーションをする必要があるんですが、その再キャリブレーションをするときにね、ちょっと何点か注意事項があります。私も何度かやったらどうしてもね、ドリフトが治らないみたいなことが起きたので、それね、実はちょっとね、再キャリブレーションするときのやり方を気をつければ大丈夫になるっていうね、ことがありました。で、まあ、例えばこういう風に交換をしますよね。TMR センサーの 40g フォースの方に交換してみたいと思います。はい、交換できました。まあ、最初はね、こんな風にドリフトはしちゃうんですけど、この状態でね、スティックをはめて、しっかりとね、ギュッとはめてやってですね、動かないようにしっかり固定できていたら、これでね、トップパネルをはめていきます。トップパネルをはめるときに、こう適当にはめると、ちょっとね、浮いていたりするので、これをね、しっかりとはめてください。ここがずれてると、そもそもね、このリングがずれちゃうので、ちゃんとね、ドリフトしないようにできなくなっちゃいますね。で、これでこのね、セレクトスタートと M ボタンを3つを同時押しして、再キャリブレーションモードに入ります。そしたら、トリガーを3回、スティックを3周回します。はい、これだけですね。これでドリフトがね、ほとんどないスティックね、センタリング結構うまくいったかなと思います。再キャリブレーションはね、丁寧にやってあげるといいかなと思います。はい、それでですね、このスティックはですね、この金属リングのスティックがこの外周部のポムリングのところですね、に触れてます。ここでね、可動域をしっかり制限しているので、このトップパネルをはめて再キャリブレーションするっていうのが非常に大事ですね。ここはね、ちゃんと触ってるのが見えるでしょうか。マチェニケの G5 Pro V2 はここが実は触ってなくてね、スティックモジュールの方のこのね、穴になってるね、ここで、可動域を制限していたんですが、このね、G80 に関してはしっかりとね、コントローラーのこのトップパネルで、可動域を制限しているっていうね、まあ普通のね、コントローラーになってます。はい、そしたらね、40g フォースの TMR センサーに交換したね、G80 で打っていきたいと思います。まあちょっと打ってみてね、すぐ感じるのはやっぱり高感度になってるような気がしますね。うん、かなり高感度な気がします。スティックの重さっていうのもね、ちょっと軽いっていうのももちろんあるんですけど、かなりね、高感度気味になっちゃってるような感じがしますね。なんで、やっぱりこれ、ホールエフェクトは低感度なのかな。で、TMR はちょっとね、リニア寄りになってるのか、もしくは、可動域がね、ちょっと狭くなってるのかもしれないですね、TMR の方が。ちょっとね、それはレスポンスカーブの方をね、計測して、ちょっと見ていきたいと思います。はい。で、スティックのレスポンスカーブの計測はいつも通りですね、このように、コントローラーを固定して、で、デジタルマイクロメーターっていうのを使ってですね、スティックを物理的に倒していって、その時のゲームへの入力値をゲームパッドテスターで読み取ってですね、Excel に入力し、グラフ化しています。はい、それでこちらがサンダーロボット G80 のスティックカーブになります。こちらの下の方のグラフっていうのがホールエフェクトのグラフで、上の方のね、グラフが TMR のグラフになってます。
見ての通りですね、TMR に換装するとさらに、可動域が狭くなって、可動域というかね、センサーが検知する範囲っていうのがね、狭くなってですね、さらに高感度になるっていうようなグラフになってます。ホールエフェクトの方もね、標準でついてくるね、方も、かなり可動域が狭いです。ちょうど3割可動域が狭いってことで、やっぱりですね、このスティックモジュールを使った、コントローラーっていうのは全てね、可動域が狭くて高感度なグラフっていうかね、高感度なスティックになっちゃうっていうことがわかります。ここがね、本当にもったいないなっていうふうに私はちょっと思ってしまいますね。すごくね、仕組みとしては素晴らしくて、スティックだけ故障しても交換できるし、ドリフトがね、ホールエフェクトとか非接触式センサーでもドリフトっていうのは増えることがあるよっていうのはね、ちょっと前の動画でも解説したことがあるんですけど、そういったところを、こうね、交換できるっていうのは素晴らしくて、で、交換できることによってね、重さも変えられるっていうね、アイデアは素晴らしいんで、もうちょっとね、ここをね、可動域っていうのをもうちょっと広げてやってですね、やれば素晴らしいね、コントローラーになるのになっていうところですね。コントローラー全体としては素晴らしいんですが、この感度カーブのところのこの可動域っていうところだけがね、惜しいっていうね、そういうコントローラーになってしまってます。誤差の方のグラフも見ていきたいと思います。はい、こちら誤差の方のグラフです。こちらはね、この 50g フォースと 40g フォースだけしか載せてはないんですけど、大体他のね、やつも同じかなっていうことで、ホールエフェクトの時はこのぐらい 30% から、15% ぐらいに一度誤差は下がって、そこから 40% 近くまでね、感度が上がっていくっていう感じで、曲線としてはね、低感度なよくある非接触式センサーのカーブを描いてはいるんですが、全体的に可動域が狭いせいで高感度になっているって感じですね。で、TMR の方はね、もうこれ相当ね、感度が高いです。もう 50% 以上かなってぐらいでね、これはちょっと使い物にならないかなってところですね。でサンダーロボット G80 に関してはね、もともとついてるのがホールエフェクトってことで、こういう風に TMR に換装すると感度が高くなりましたが、実はね、マチェニケの方ですね、こっちってもともとついてるのが TMR センサーのスティックなので、ホールエフェクトにね、変えてもそんなに感度は変わらなかったです。あえて TMR からホールエフェクトに変える意味っていうのはあんまないかもしれないんですけどね。これは多分 TMR センサーの方が、可動域が狭かったので、ホールエフェクトはね、可動域が広いので、再キャリブレーションした時にね、ホールエフェクトの、なんていうんですかね、可動域を、内部的にというかね、狭くしてやって、本当はこんぐらいあるはずのものをこのぐらいまで縮めちゃうっていう感じになってるのかなと思います。はい。そんなところですね。ちょっとね、スティックに関してはちょっと残念な結果なんですが、実際ね、触ってみたらどうなのかっていうところをね、ゲームプレイで見ていきたいと思います。はい、まずは Apex Legends ですが、今回はね、後々見返してみるとショットガンで敵を倒してるゲームプレイばっかりになってました。これがスティックの高感度っていうのが影響しているのか、それともね、環境のせいなのか、いまいちよくわかんないですけど、でもそうですね、今の環境だとこうなるのは仕方ないかなっていう感じですね。で、ショットガンに関してはね、かなり当てやすかった印象があります。完全にね、ここはね、やらかしてしまったんですが、環境のライフラーニューキャで、立て直してですね、ワンパーを倒すことができたっていうシーンですかね。はい。ほんとショットガンはね、当てやすかったですね。で、別のマッチですけど、こんな感じでね、エヴァ8とか、かなり相性がいいですね。細かくエイムをフリックって続けていくようなエイムにはすごく良かったですね。これもね、結果的にはショットガンで倒すことになっちゃったりとかですね。中遠距離ネメシスとかで当てるのが難しいっていう感じはやっぱりありました。はい、まず1人倒してね、もう1人ね、いたので、そこにスライディングでね、出ていって、当てていくとかね、こういうのはね、やっぱ感度が高いとやりやすいですね。で、ネメシスね、ほとんど当たってないっていうね。
まあちょっとね、これは私のね、こうリコイルの練習不足っていうのもちょっとあるんで何とも言えないんですけど、やっぱり高感度っていうことでいつもとね感覚がちょっと違うっていうのはね確実にあったかなっていうところですね。まあここの L スターとかもねちょっとね思ったほど当たってないっていうところで、まあね、この辺りはね、このコントローラーの感度っていうのに慣れさえすれば当てていけるようにはなるんじゃないかなっていうところで、まあ APEX に関してはね、意外とこのコントローラーはね、リニアではないんですけど、全然使っていけるかなっていう気はしました。特にね、今の環境によく合っているね、感度なのかなっていうのがね、ありますね。ちょっとね、今ゴールド4なんですけど、周りがほとんどマスターとかダブハン爪痕しかいないっていう状況なんで、まともなクリップがね、取れませんでした。はい、で、ゲーム変わって、コールオブデューティーブラックオプス6です。これもね、街に行けの時とそう大差ないかなって感じでね、リニアの傾斜値が 0.0 っていう高感度な設定、ゲーム内のね、感度設定でやっているんですが、かなりね、やっぱり高感度差っていうのがちょっと難しさにつながっているっていうね、感覚がありました。まあ、ただね、街に行けの頃よりちょっと、なんていうんですかね、自分の方が慣れてきてですね、だいぶ扱いやすくなってきた感じっていうのはちょっとありましたね。なんで、まあ、この辺りもね、APEX と同様ですね、慣れれば全然使っていけるようなスティックなのかなっていうところで、このスティックはね、本当に素晴らしいスティックだなって、やっぱり改めてね、思いました。まあね、欲を言えば、もうちょっと可動域を広めてほしいなっていうのはやっぱりあるんですけど、やっぱり低感度なね、スティックよりも高感度なスティックの方がね、全然慣れることができるかなってとこですね。はい、それでストリートファイター6をね、十字キーのチェックのためにやってきました。この十字キーはかなりきついですね。マイクロスイッチでもなくてですね、タクトスイッチの十字キーっていうことでですね、まあ辛かったですね。力を込めすぎると入力が全く入らなくなっちゃって、例えば波動コマンドとかでも力を入れちゃうと斜めだけとかにね、入力が固定されちゃうんですよね。なので、軽く十字キーを押すっていうね、力加減が必要で、これが結構ね、難しいんですよね。ついつい力が入っちゃって、でうまく入力できなくなるっていうことがまあ多発しました。あとですね、一つこの十字キーのちょっと大きな問題点っていうのが一つあってですね、それが連射設定をするファンクションキーっていうのが十字キーのすぐ左下にあるんですね、このコントローラーは。でこのファンクションキーを誤爆してですね、で、パンチとかキックのね、方のボタンが連射になったりするっていうのがもう、かなりありました。でこのコントローラー連射とホールドっていうね、ボタンを押してる間だけ連射モードになるっていうのと、ホールドって言って、1回ね押したら、ずっと連射されて、もう1回押したら連射が解除されるっていうね、そういう2つのモードがあって、でもう1個が普通のね、ボタンっていう感じのね、設定ができるんですけど、それをねしてしまうとコンボが全く出なくなるんで、連射状態だとコンボが出なくなっちゃうので、それをねしかも気づかないんですよね、自分では。なのでなんかコンボ出ないなと思ったら連射になっていたってことがねすっごいあってですね、まあ格ゲーとかね十字キーを多用するゲームは本当におすすめしないコントローラーです。でね、もう画面はずっと前にアセットコルサに変わってるんですが、アナログトリガーと振動機能についてはですね、素晴らしかったですね。特に振動機能っていうのはですね、トリガー振動がデフォルトで入っていてですね、もう非常に優れてました。ベーダー4プロとね遜色ないぐらいで、今までねベーダー4プロがナンバーワンのコントローラーだなと思ってたんですが、このねサンダーボルト G80 に関してはですね、ベーダー4並みだと思います。まあね、ほぼ横並びかなっていうところで、振動機能を楽しみたいっていう方には非常におすすめできるコントローラーだと思いました。こういったところもね、ものすごくやっぱりコントローラーの完成度の高さっていうのをね、感じさせてくれたかなっていうところですね。アナログトリガーも素晴らしかったですし、ただね、やっぱりハンドルが高感度ってことで、レーシングゲーム向きではないかなっていう感じがしました。
そんなわけでね、タイムの方も伸ばせず、1分47秒185っていうね、タイムでした。はい、ここまでサンダーロボットの G80 ね、レビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。そうですね、もう全体的にすごく完成度も高くて、よくできたコントローラーだなっていう風に思いました。ちょっとね、タクトスイッチの十字キーっていうのが、ちょっと癖があってね、ちょっと格闘ゲームには向いてないというところと、スティックのね、レスポンスカーブがちょっと高感度になってしまっているっていうところが、非常にね、惜しいコントローラーかなってとこですね。まあ、あとはこのね、連射キー。電車設定できるこのね、ファンクションキーがここにあるっていうのもかなりね、くせ者で、ちょっとね、この辺は気になったかなってとこです。あとはこのスティックモジュール特有の問題なのか、スティックをね、押し込む時にあまり力強く押し込んだら、誤作動が起きるみたいなところもありましたね。まあ、でも全体的にはね、すごく、完成度が高くて、これならね、全然なんか技的とか取ってね、日本向けにしっかりとした製品にして出してもいいんじゃないかなっていうのはすごくちょっと思いましたね。現状サンダーロボット製の製品でそういう風になっている製品ってあるのかな、あんまり見たことないんですけどね。そうですね。非常に完成度が高くていいコントローラーだなっていうのが正直な感想です。まあ使いどころとしてはそうですね。こういうスティック操作が厳しくないコントローラーっていうのはね、マチニケと同じですけど、あとはね、そうだな。まあやっぱり背面2ボタンとトップ2ボタンということで、レインボー 2SE とかと同じような構成のコントローラーになっていてね。しかも、トリガーがボタン式になるっていうところがかなりの強みかなってところで、まあちょっとこの高感度差っていうのにもし、特にね、高感度差っていうのが問題なければですね、全然 Apex とかでも使っていけるのかなっていうぐらいね、非常に、素晴らしいコントローラーだったなっていう感想です。まあ、ちょっとね、現状キーリンカーっていうソフトでしか設定ができなくて技的もないってことでね、なかなか国内利用で、ガンガン使っていくっていうのは厳しいところになってくるのかなっていうのはね、ちょっと気にはなったところではあるんですが、まあそのあたりは自己責任でね、個人輸入とか利用はされるようにしてくださいっていうところですね。はい、今回の動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。はい。それでね、私はこのモノルっていうウェブサービスの管理人もやっています。今回ご紹介したサンダーロボット G80 についてもですね、細かいデータとかですね、を載せていますので、よかったらね、利用してみてください。他にもね、コントローラーの口コミランキングっていうのもあったりとか、細かくね、性能で比較したりとか、あとは絞り込み機能でね、ものすごく細かくね、自分好みの、コントローラーを探すことができますので、ぜひ利用してくださったら嬉しいです。口コミもね、大募集中なので、ご自身でお持ちのコントローラーの口コミとかもね、書いていってくださったら嬉しいです。最近もね、こういう風に、口コミを書いてくださっている方がいらっしゃってね、本当にありがとうございます。ものすごく力になりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、次回の動画なんですが、こちら、よいしょ。ね、密かに結構ね、コントローラーレビュアーの中で実は人気があるのじゃないかなって思っている随気のエボトップっていうコントローラーですけど、バージョンがアップデートされました。ファームウェアバージョンが、2.1.0 から 2.2.0 にね、アップデートされたので、ちょっとね、それをね、遅延が速くなってるっていう話がパッチノートに書いてあったので、ちょっと気になるんで遅延測定とかしたりしてね、ちょっと見ていくっていう回にしたいと思います。もしかしたらね、もう、がっつりと PC 版の Apex とかをできるコントローラーになったんじゃないかなってちょっと思ってるんで、まあそうするとね、これ当て感が結構やばいコントローラーなので、私もしかしたらメインコントローラーこれにするかもしれないですね。レイザーウルヴァリン V3 Pro からちょっと乗り換えようかなぐらいに思っているので、ちょっとね、まあそちらの方も次回のね、動画で詳しく取り上げていきたいと思いますので、よかったらね、楽しみにしていてくださったら嬉しいです。はい。以上、モノルでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。